こんちは。4G 初めから攻略パート42です。前回はラージャンのギルクエ作成と古文書ミララースを攻略しました。今回は古文書の最終巻とラージャンのギルクエ140をプレイしていくよ。つまり今回で本編はラストになる。気合い入れていかないとね。シリーズは今後もイベクエ編が続きますが、完全ソロ攻略としては最後ですね。一旦ここで区切りです。しっかりやっていきましょう。よし、最後の古文書が埋まったぞ。パッケージ勢揃いだな。最後らしく豪勢ですね。それじゃあ、大長老に話を聞いてみましょう。毎度のことながら、すごい褒めてくれるな。クエ自体はクリアしてないんだが。古文書はそもそも読めないから託されてるので、解読できるだけですごいことなんでしょう。ちなみに、これで解読は最後になりますが、特別な会話などは用意されていません。村クエじゃないから仕方ないけど、大長老だけ騒いでるのも、ちょっと寂しいよね。社長に評価されてなんぼですから、平社員に褒められても給料は上がりませんよ。クエストはこれだね。タイトルはモンスターハンター。シリーズでもたびたび登場している名前ですね。集大成的な立ち位置で使われています。装備はダラサルターレで行くよ。組んであったものから耐震を砥石高速に変えてる。このクエめっちゃくちゃ久々にやるわ。リアルに10年以上ぶりかも。準備をしっかり整えて、最後の古文書クエやっていきましょう。よーし行くぜ。師匠からの試練と違ってちゃんと支給品があるよ。試練の方はちょっと意地悪な仕様でしたね。こっちはマルチ用ってのもありますけど。ただ、この通り飛躍は支給してくれません。決戦条件よりもグレードは落ちます。その代わり、こんがり肉が支給されてるね。これ食って列車を直せとでも言うのか。と、開幕文句言ったところで、最初は恐竜かティガと1対1になるよ。5頭もいるんで、さぞカオスなクエかと思いきや、意外にも2頭同時になるのは1ターンだけです。その代わり、各モンスターの状態が強化されています。最初の3頭は恐竜化してますね。ティガは一応癒し枠だと思うけど、攻撃力は普通にかなり高いんだよね。通常クエストと比較しても明らかに痛いので、どうやらこの個体には補正がかかっているようです。体力も大連続にしては高めになっているので、ゴリ押しですぐ終わらせる戦法は取れません。やった感じ、師匠からの試練の倍以上は難しいよ。イベなし環境だと時間切れもあり得る。基本的には生存優先で立ち回りつつ、隙を見つけて一気に畳みかけていきたいです。ティガ用に先行持ち込んでおくといいよ。動きを止めつつ頭が殴れる。これ以降はあんまり先行役に立たないから、ティガで使い切ってもいいくらいかな。総中魂だとなかなか頭狙えませんからね。アイテムはどんどん活用していきましょう。で、武器種は総中魂がやっぱりおすすめかな。極限セルレがいけるなら体験も相性いいと思う。他にはチャークもまあまあいけそうですね。こっちもセルレが大変そうですが。傾斜や段差も踏まえると、ガードやダメが入る武器は評価が落ちる気がします。第2ラウンドで2頭同時にさばかないといけないからね。納刀が遅い系は苦労しそうだ。スキルはとりあえず小耳が欲しいですね。ガード負荷の武器種は必須クラスです。あとはいつもの火力スキルだね。挑戦者なり弱徳なり。モンスターの弱点を見ると、若干弱徳の方が生きるかも。これに関してはどっちもいいと思います。両方詰めるならそれに越したことはないですが。準備はこのくらいかな。対策らしい対策ができるものじゃないからね。理不尽要素が少ない代わりに小細工も効かないです。
シンプルに実力が問われるクエストだと思いますね。一つ、ティガ戦の結果で測れると思います。これが10分以上かかるようだと厳しいです。インパクトでは強化マジオスとかに目が行きがちだが、ちゃんと難しいクエストになってるよね。最終巻だけ追って、最難関を上げるとしたら、これになるかもしれん。他の複数トーク絵を想像してるとびっくりしますね。純粋にモンスターが強いです。たかがティガと侮らず、堅実に行きましょう。よし、まずは第1ラウンド終了。ティガ4分半だね。これはうまくいった方ですね。テストでは5分切れるかどうかって感じでした。それでは準備をして次のラウンドに臨みます。エキス回収など忘れないように。それから、煙玉をセットだね。煙ミスったらかなり厳しい。あ、ティガが消えていきます。煙を焚きましょう。オウガとブラキが降ってきます。どちらも最初から恐竜化してますね。煙状態なら発見はされないが、近づきすぎると普通に見つかるから注意ね。2頭の出現位置をざっくり把握しないといけないよ。頭上に落ちてこられたらどうしようもない。出現した後も気が抜けません。この2頭、妙に煙中の索敵範囲が広いです。最初はオウガから相手しますが、ブラキの動向に常に注意を払います。2頭同時に相手はさすがに無理がありすぎるからね。恐竜かブラキなんて団体でもやばいのに。オウガが削れてれば続行もできますけどね。序盤で見つかったらリタイア推奨です。このクエは分断策の起動はできません。見つかったら終わりですね。クエによって使えたり使えなかったりするんだよな。こここそ使わせろよと思うけど。まあ、それも最終クエだからということでしょう。受け入れるほかありません。それに2頭出現するのはこのターンだけです。なんとかしのぎ切りましょう。それでモンスターの強さだが、オウガは体力が高めらしいね。団体クエと同じくらいあるみたいです。本当かどうかわかりませんが。ただまあ、肉質自体は柔らかいので、煙さえあればさほど苦労はしないでしょう。こうしてよくこけてくれるしな。柔らかい背中を殴り放題だ。そのまま恐竜化も解除です。面倒な連携が減るので、早めに解除したいですね。オウガ戦は割と順調かな。今のところ、ブラキに見つかる気配もない。あとは煙にさえ注意してれば、問題なくブラキに取り掛かれるだろう。気は抜かずにお願いしますよ。オウガくんタフですので。その後も順調にいけてます。やっぱり、今更オウガに苦戦はしませんか。あ、煙切れちゃうわ。追加しないと。今飛ばされたの、まずいのでは。ああ、案の定、ブラキに見つかってしまいました。今更焚いても遅いです。クユ油断してた。だが、オウガの体力減ってるはずだから、続けてみよう。嫌なタイミングで見つかりましたね。オウガは怒ってるし、エキスが切れてます。せめて赤白は取らないと、逃げることすら困難ですが。この辺焦ってるな。赤だけでオフが終わらせようとしてる。ああ、まずいまずい。ここで落ちったらまたやり直しだ。とりあえず退避しましょう。このままやるのは無謀すぎます。頼む、戻り玉だけ許してくれ。許された。死ぬ寸前だったわマジで。見つかってから削られるの一瞬でしたね。恐竜かブラキの殺意がすごい。ちょっと動かれただけでこの被害。オウガ後の怠慢も大変そうだ。それじゃあ、回復だけしてすぐ戻りましょうか。ここにいても、できることは限られますので。オウガはあとどれくらいなんだろう。数発で終わらないと厳しいぞ。とりあえず攻撃あるのみだな。よーし、行くぞ。2頭が方向してお出迎えだ。こう見ると、めっちゃ圧あるな。一度見つかったら、基本ずっとこうですからね。発見状態を解除しようとすると、すごいロスになります。ここは冷静に、先行を使ってブラキを止めていきます。ティガ戦で残っててよかったですね。なんかブラキが先に起こった。こりゃ、先行中にオウが倒さないときついな。大電中だから、ダメージはよく通るはずだ。頼むからこのターンで終わってくれ。オウが終わりましたよ。これで一安心です。よかった。リセット案件かと思ったよ。地味に、オウガから黄色取れたのも大きいな。ブラキは黄色取りづらいんだよね。胴と尻尾、両方高い位置にありますからね。段差や転倒を利用しないと3色揃えるの難しいです。とはいえ、3色取れても全然安心できません。あの恐竜かブラキと対マンせねばなりませんよ。編集中に思ったけど、落とし穴持ってくればよかったね。こいつ、このクエの難所の一つだからな。今言っても仕方ないか。とりあえずノリを狙っていくぞ。
まずは恐竜化解除しないとですね。進撃を解いてるので一気に狙いに行きます。ノリダウン自体は短いのですが、頭を集中攻撃できるのはここくらいです。手数武器はそもそも火力を取りづらいんだよね。何らかの高速手段を用意しておきたい。総中根はノリが狙えるからまだマシだよ。2回は乗っていきたいね。このクエ、弱点が低い位置にある相手が多いんですが、ブラキだけは例外ですね。腕も硬くはありませんが、殴るリスクに見合うほどではありません。片手や双剣はブラキが鬼門になりそうだね。こいつ頭以外は属性も通りづらいし。足を殴っててもダメージ効率悪すぎますからね。お、恐竜化解除できました。進撃ギリギリでしたね。よしよし、ブラキも初動は順調。あの合流からよくここまで持ち直したわ。オウガがちゃんと削れてて助かりました。最悪同士討ち狙いになるところでしたよ。同士討ちも選択肢としてなくはないですが、そこまでするクエストではないと思いますね。時間がかかると後に響くからな。なんせまだ2頭残ってるんだ。最後の最後まで全然油断できないから、こんなところで時間や集中力を使ってられないぞ。ブラキも気は抜けないんですけどね。体力や気力は温存していきましょう。あ、また恐竜化しちゃったわ。やっぱり解除1回では削りきれないか。一応、ノリ2回目も通せてはいるんですが、そもそものダメージ効率が悪いですね。頭を直接殴れないし、転倒も狙えないので、ちまちま削るしかありません。オーナほど体力多くないみたいだが、複数遠くへにしては多めに感じるね。立ち回り自体も相当慎重にやってますからね。体力が削れたら即回復する勢いです。さっき2頭同時になったのを引きずっています。この回で終わらせたい感がすごいですね。プレイしてる側はどうしても慎重になるよな。おっと、ここで倒れたか。虫が当たって終了とは。若干締まらない感はありますが、まあいいでしょう。序盤の壁は越えました。ここでもタイムが火力の指標になります。この時点で25分は残しておきたいですね。雰囲気的にはこれで前半終了って感じだね。まだまだ戦いは続くぞ。さて、ブラキが消えて、流れ変わったな。団長からの挑戦状を思い出しますね。シャガルの出現も似たような感じでした。最初から恐竜化したゴマちゃんとの戦闘になります。少し特殊な仕様になってますね。とはいえ、たかだか通常ゴマ1匹だよ。このクエ一番の癒し枠だね。直前の同時狩猟を制したなら、こいつに遅れを取ることはないだろう。ただ、攻撃力はめちゃくちゃ高いので、そこだけ注意です。特に爆発するタイプのブレスに当たってはいけません。8割くらい平気で削られます。実は、テストプレイで乗り狙おうとして空中ブレスで撃墜されたのは内緒だよ。空中で食らってそのまま落ちる屈辱。久々に味わいましたね。そんなこと言ってたら恐竜化解除できました。かなり順調にいきましたね。恐竜化の解除は結構ダメージ与えないといけないね。今回はゴマの近藤に助けられたな。たまに拡散ブレスを連発することがあるからね。あれやられるとなかなか近づけない。一発が本当に重いですからね。コウドウ自体は強くないですが油断はできません。この時点であと2頭ですからね。心理的にも焦ってしまいがちです。5まで落ちると精神的なダメージ半端ないよ。めちゃくちゃ気力持っていかれる。経験者の言葉は重いですね。今回はとにかく慎重に行きましょう。ゴマの立ち回りのコツとしては、まず前足のダウンを狙うことですかね。そうだね。直接頭を殴るよりもダウン後に狙うのが確実だ。前足自体柔らかいですし、ダウンも取りやすいですからね。おまけに頭を殴るより安全です。こけたら頭を集中攻撃。これを徹底すれば、まずダメージは受けないと思います。もう一つ気をつけるべきは、突進を常に警戒することね。こいつの突進、予備動作ゼロだから。その代わり、突進前には必ずこちらに向き直りますね。正確に軸合わせしたら、まず突進を警戒しましょう。あとは、飛んだら深追いしないことかな。じっくり降りるの待つくらいでいい。空中の拡散ブレスがとにかく高威力なので、下手に攻撃すると危険ですね。満足にダメージを取ることも難しいので、様子見が正解かなと思います。何より一度撃墜されてるからね。半分トラウマだよあれは。20分集中してきたものが水の泡ですからね。2度は起きないように注意したいです。降りてくれたから、とりあえず安心。あとは大技を食らわないように削っていこう。よしよし、5間終わり。ここまでで22分ちょいか。
1投あたり5分半くらいですか。まあまあいいペースですね。いよいよ最後の1投です。ここまで来たら通していきたいですよ。個人的には最後が一番不安だぜ。やべ、緊張してきた。準備だけはしっかりと、噛み合えばエキスも回収して臨みたいです。よし、来やがったな。これがラストだ。集中していけ。最後は極限セルレになります。この子は何かと壁になってきますね。例に漏れず超でかい個体になってます。腹下に潜りやすいのはメリットですが。やっぱり飛び上がっての詰め攻撃がとにかく怖い。攻撃範囲が尋常じゃないからな。攻撃力もかなり高いですからね。対象がないとすぐおつけんないです。やばいやばい、普通に落ちりそうだ。とりあえず退避しよう。ここの戻り玉判断は良かったと思います。焦りの中でも最悪を回避することを考えられてました。しかし、ダメージでっかいな。一回掴まれるたびに2割くらい減ってなかったか。SA で食らいつつ、翼に弾かれたのもまずかったですね。進撃トイでも弾かれるのしんどいです。じゃ、気を取り直していこう。今度は対象を使ってるよ。おっと、一撃目で解除ですか。なんともタイミング悪いですね。ただ、これで極限の理不尽は回避できます。なるべく最極はさせたくありません。ここからどんだけ足を殴らせてもらえるか次第だな。正直、セルレ戦は運ゲー要素強いと思う。噛み合うと足ダウンが連続して驚くほど早く片付くことがありますね。逆に無駄に動き回るような個体だと、だらだら長引いてしまいがちです。行動による隙の大きさが違いすぎるんだよな。空中の詰め攻撃に後隙がないのがやばい。あれは本当に出しとく行動ですよね。回避自体も難しいですし、連発されると防戦一方になるので、どれだけ引かないかが重要です。そのガチャを最後の最後でさせられるからな。やっぱりこいつが一番しんどいわ。チャンスになるのはやはり連続で掴んでくる行動ですね。うまく避ければ攻撃し放題です。さっきは弾かれのせいで劣勝まで受けてしまったが、このチャンスは積極的に活かしたいね。今のところ解除してからはまあまあ悪くありませんね。これが続いてくれればいいんですが。ちょっと油断すると一気に削られるからな。冗談抜きで1秒も気が抜けないよ。とにかく劣勝だけは食らわないよう、慎重に慎重に。あっと、今えげつないダメージ食らいましたね。かすっただけで半分減りましたよ。え、こいつこんなに攻撃力高いっけ？リアクションの軽さとのギャップに風邪ひきそう。こりゃあ、本当に気合い入れないといかんな。どこからでも殺してくるぞ。大技は一発も食らえませんね。あらゆる展開から運ゲーに持ち込まれます。最極を防ぐために攻め重視でいこうと思いましたが、普通にダメージレースに勝てなさそうです。かといって慎重にやるにも限度があるからな。隙がなさすぎて回避し続けるの難しいし。もうここまで来たら気力との戦いですね。なんとか生きて帰りましょう。幸い体力は低めみたいだからな。ここから出れますように。結局あんまり出れませんでしたね。最極しましたが進撃が切れて厳しい状況です。弾かれるわエキスが取れないわで大変だよ。半分ゴリ押しになってる。さすがに体力は残り少ないと思うから、とりあえず攻撃し続けよう。ようやく終わりましたね。セルレが一番時間かかっちゃいました。約30分でクリアか。どっと疲れたわほんと。オウナブラキの2頭とか可愛いもんだったね。とにかくセルレがきつかった。途中何度移りそうになったかわかりませんね。よく無オツでクリアできましたよ。しかしこれで古文書は完全制覇ですね。お疲れ様でした。全11巻長かったね。大変なクエばっかりだった。ちなみに全巻クリアしても誰からも何も言われないよ。ちょっと悲しいよね。解読することが目的でしたからね。それは仕方ないでしょう。さて、それではいよいよ本シリーズ最終目標への挑戦といきましょうか。ようやくこの時が来たね。最後までしっかりやり遂げよう。ほい、ラージャンクエが140に到達。地味にすげえ大変だったぞ。101から育てるの数時間かかりましたね。やはり育成は大変です。というわけで、ラージャンレベル140をプレイしていくよ。このシリーズ本編の最終目標だね。ここまでソロでクリアできたら一段落と言っていいでしょう。DLC なし環境ならなおさらです。140ラーはこのチャンネルで散々動画にしておりますが、このデータでやることに意味がありますからね。ちゃんと自己産のクエだしね。参考としてはいいものになってると思う。それじゃ本編ラスト、一丁やりますか。
マップは前回でお見せしておりますので、道中はカットしますね。構成は岡川天さんね。エリア 3A レッツゴー。石を研ぎまして、いざご対面です。ご不審を使っています。我々、ソロだと身体がデフォルトなんだが、ソロラーならご不審の方がいいね。やっぱり、攻撃のダメージアップがでかい。装備が揃わなくても十分なタイムが出る。弱徳がないとダメ2回でひるみ取れませんからね。ご不撃があれば、ひるみ回数も上がります。それでは戦闘スタートです。ログレギなので、ためない抜刀もどんどん入れていきます。まずは、慎重に解除を狙っていくよ。攻撃の時間中には解除したいところだ。初期位置が遠いのは移動が面倒ですが、開始1分の解除負荷を受けないメリットもありますね。ふむ、初動は行動運がいいね。もうあと1回小づけば解除できるだろう。初回はダメさんが3回プラスアルファで解除ですね。運が良ければすぐです。よし、解除いただき。ここから2分15秒は普通のラージャン戦だ。隙を見てため切りを入れていくだけだが、攻撃の補正が受けられないな。素の状態だと、ダメさんが2発と抜刀1発でひるみが取れる感じですね。やっぱり追加の火力スキルが攻撃中止まりだと、火力は不足しています。投機効果中の後ろ足だったら、ため2回でひるみ取れるんだけどね。こればかりは装備が揃ってないし仕方ない。というより弱徳になっても2回でひるむか怪しいけどな。すっかり GX ハンターに慣れてしまってますが、リベなしだと結構窮屈ですね。それで言うと、不動すらついてないからな。あのスキル、地味に防御面で優秀なんだよね。不意の横ステップに巻き込まれると、いちいち尻餅つきますからね。あれで固められて攻撃食らったり、意外とないと困る場面が多いです。腕でカバーできるといえばそうなんだけど、偶発的な場面では無理なことも多いからな。とりあえず、不用意に尻餅をつかないようにしよう。根性があるとはいえ、一度しか使えない。そういや、育成中にアーティからログレギに変えましたが、根性を発動できるようになりましたね。アーティだと研磨術が欲しかったのですが、このあたりの余裕が生まれるのもログレギの利点です。やっぱり最高火力を維持できるのが偉すぎるね。最終環境ではログレギが抜けてるな。カイザー X と相性がいいのがアーティの利点だが、肝心のラージャンにスタンはほぼ効かないし。ギルクエ以外も考えると、アーティとログレギで使い分ける感じになりますかね。アーティもだいぶ長いこと使ったよな。作成したのパート24だってさ。パート24は2月1日投稿。ってことは、丸々2ヶ月前ですか。そう考えると、だいぶ長いことやってましたね。改めて続けてこられてよかったです。途中、準備に時間がかかりすぎた回とかあって、投稿ペース守れるか怪しい時あったもんな。パート1から4ヶ月半。まさかこんな長くなるとは思いませんでしたね。最初の頃は3ヶ月くらいで完結かなって思ったけど、それじゃ全く足りなかったね。プレイしながら思い出したりする要素もあって、多少の寄り道もできて満足してるが。我々としても一からプレイするのは久々でしたから、懐かしみながらやってこれましたね。イベなしは発売当初にやって以来ですし。おっと、ここで最局か。解除1回目はだいぶ順調に削れてたな。このラージャン、かなり両個体ですね。ここまで点灯取れるのも久々です。このクエに出る個体、妙に行動運悪かったからな。育成中は大変だったよ。135まではいろんなモンスが乱入してくれましたしね。このクエストに限りませんが。大名アシュやらオウガやら、追加モンスが大盤振る舞いすぎます。前回、極限のが楽みたいなこと言ったけど、このクエに関しては冗談抜きでそうだったね。やっぱり地形がいいことと複数頭同時じゃないってのは快適な狩猟に欠かせないことだよ。地形に関しては本当にそうですね。これまでのラージャンは遺跡平原ばっかりでしたから。玉竜玉集めで周回してるとき本当に苦しかったよ。こいつ肥やし玉効かないし。さすがにギルクエ136で玉竜玉集めは進めないが、快適に集められるのはこっちだ。このクエ、戦闘エリアはだいぶ優秀ですね。川、天、崖は余計な傾斜や段差がないので。というより、今挙げた3マップ以外では基本戦いたくないよね。個人的には剣や丘の評価は低めだよ。斜面あるだけで本当に邪魔だからな。丘なんて段差もありますからね。あの付近で戦うと結構事故ります。ステータスが最高のモンスターを相手するなら、せめてフィールドは戦いやすくしたいですよね。あ、ちなみにね、このクエストに関しては厳選した自覚はないよ。マップは多少粘ったけど、初期位置は選んでないし、砂紫を回避しただけだからね。
確か3、4時間くらいで入手できましたもんね。特に頑張って粘った感じはしません。それに我々の本来の評価基準で言えば、このクエストは不採用クラスの構成です。初期1でカーテン掛けのどれかが最低ラインだね。当然2以降に紫はあってはいけない。これは動画用に妥協したクエであって、満足してるものでないことは伝えておくよ。本気で理想を求めようとすれば、普通に月単位でかかったりしますからね。あ、移動ここできちゃったか。これ解除前に進撃切れちゃいそうだな。急いで追いかけますが、採局はあまりうまくいきませんでした。その後、案の定解除が間に合わず、今ようやく豪撃が復活したところです。ここが豪進の難しいところだね。どうしても効果時間に隙間ができてしまう。いろいろ噛み合えば解除間に合うんだが、今回はちょっと行動運なかったな。あと、純粋に火力が足りていないのもあります。豪撃使っても2回で点灯しないことがあるんですよね。ここは装備が揃ってないうちは仕方ないです。石選びも難しいですね。強いお守りもギルクエじゃないと出にくいからね。ギルクエ用の装備をギルクエで狙ってるよ。エンドコンテンツとしては理想的ですが、これに追いつくまでが大変ですね。さてしかし、さすがにこの豪撃中には解除したい。うまくモーション終わりを狙うぞ。お、ナイスです。ちょうどアーマーが切れる瞬間に当たりましたね。高速からの岩投げは、モーション終わりまで怒り移行や極限解除がされません。あの一瞬に当てるの結構シビアなんだよね。すぐバク捨てされると抜けられちゃうし。狙うこと自体はあんまりリスクがないので、何度もやって感覚を身につけるしかありませんね。ラーってこういうため攻撃のタイミングを調整する技、重要だったりするんだよね。さっきの極限解除後の転倒もそうでしたね。ためを一瞬ずらして起き上がりの瞬間に当てています。こういう積み重ねで攻撃チャンスが違ってきますね。奥が深くて攻略しがいがあります。もう何千頭も勝ってるが、未だに味がするモンスターだよね。よし、このデータ初の140もしっかりやるぞ。もう少しだ。さて、またここに戻ってきました。このクエ、エリア2と3ばっかり往復しますね。エリア1の丘には一度も移動してないね。こんな仕様あったっけ？ラージャンは他にも普通に出現するはずですがね。我々としては嬉しいことだからいいんですが。で、こいつは一体何をやってるんだ？何もいないところを攻撃してるぞ。エリアの境を塞ぐ形になってますね。一応攻撃しますが、エリア移動しそうで怖いです。転倒はしっかり取れてますね。ダメージはかなり入ってるはずですが。天井エリアの柱付近は事故が起こりやすいから、できればもう終わってほしいんだが。おう、終わりましたね。割と調子が良かったんじゃないですか。いいね、この装備で12分台は上出来だ。やっぱ更新は早いな。それじゃ、一応報酬も見ておこうか。もう140だから強力な装備が出るしね。ですね。お楽しみタイムといきましょう。レア8ライトが1つ。ま、いいけどね別に。どうせボウガン6に使えないし。ほい、というわけで、本編の最終目標は達成。今回は、ギルドカードを見ながら締めていくよ。ハンターランクは133でしたね。まあ、こんなもんでしょう。寄り道やらギルクエの育成があったので、過去の周回よりは高いランクになりました。武器の使用回数はこれ。ま、体験チャークばっかですわな。プレイ時間はだいたい149時間でしたね。4ヶ月以上やってるだけはあります。クリアの順番は気にしないでくれ。動画作成上の都合ってやつさ。あと日付がおかしなことになってますが、これは本体の時計をいじってるためです。ただ、何のためにいじったか覚えていません。イベントのために日付をまたいだりしたのでしょうか。ポケモンの乱数調整ではないよな。マジで謎。というわけで、これが 4G 完全ソロでの攻略42パート分のデータだよ。次回以降もイベクエを解禁して続きますが、本編ラストとして一応締めておきますね。オンラインが終了した今、再現可能な限りでプレイしましたが、いかがでしたでしょうか。毎回つくコメントがモチベーションになってたよね。懐かしいとか参考になったとか。発売から10年以上経っても見てもらえて、本当に幸せな時間だったよ。このシリーズで 4G に興味を持った方もおられましたね。ぜひ隅々まで楽しんでいただきたいです。次回からは再現できない人も出てきちゃうが、引き続き楽しんでもらえたら嬉しいよ。さて、それではお開きとしましょうか。
最後にゲーム内の映像をくっつけてます。パート1では尺の都合で飛ばしてたからな。ここで回収しておこう。それでは長らくのご視聴ありがとうございました。次回以降もよろしくお願いします。ほいじゃ、次の動画で。またね。Ja, het. Oh, de. Romein. Ja.